正直に言います。ドイツ、いいところも多いんですが、嫌いなところ、しんどいところもあります。そして今日は、この話をあえて早い段階でしようと思いました。なぜかというと、後からそんなこと言うなら最初からこの動画見なかったのにとか、フォローしなかったのにと思われるのは正直申し訳ないと思ったからです。ドイツのいいところだけを見せて後から実はこうでしたっていうのはちょっとフェアじゃないなと思ったんで、だから今回は実際に住んで感じたドイツの正直きついところと向いてない人について先に話します。ディスりたいわけじゃなくて、そう来る前にこう知っておいた方がいい現実の話です。まずかなり戸惑ったのがこれですね。ドイツでは自分の担当や管轄じゃないことはすぐわからない。それは自分の仕事じゃないで終わることが多いんですよ。日本だと担当の者に確認しますねってすぐ言ってくれること多いですよね。でもそれがドイツではほぼありません。悪気があるわけじゃなくて、役割分担がかなりはっきりしている文化だなと思いました。だからこそ日本の丁寧さって実はものすごく貴重なんだなと感じました。相手の立場を考える困っていそうなら声をかける。日本にいると当たり前に感じていましたが、これは世界的に見るとかなりレアだと思いますよ。よくドイツは英語で生活できると言われます。僕も前々回で言ったと思うんですけど、これは本当、半分は本当で半分は注意が必要です。ベルリンやミュンヘンなどのでも小さな町の役所では英語を話さないもしくは話したがらないこともあります。住む場所によってかなり差があるので、経営役所、病院、役所関係は基本的にドイツ語前提だと思っていた方が安全です。役所の話が出たので少し追加でお話したいと思います。担当者によって本当にビザがもらえるかどうかが全然違うので、あの人はもらえるのにこの人はもらえないっていう意味のわからないことがあるので、本当に担当者によって全然違うので、小さな町でビザ申請する方は気をつけてください。すでにもらっている人のコピーなどを持っていくのが安全です。もう一つ正直にお話ししておきたいのが人とのトラブルです。僕の経験ではいわゆるドイツ人からの差別っていうよりも、外国人同士で嫌な態度を取られることの方が印象に残ってます。挑発的な言い方だったり、強い態度を取られたり、正直、いやお前の国に来たわけじゃないんだけどって思う場面も何回もありました。でももちろん全員がそういうではないので、ただいろんな国の人が集まる場所ではそういう摩擦も起きやすいっていう現実が、それと正直めんどくさいなと思うのが、マウントを取ってくる日本人がいることです。自分はもう長くドイツに住んでてとか、大学で何億もする機械使っててみたいな話をいきなりされることがあります。もうすごいかどうかよりもう会話として疲れます。ドイツに来てまで日本的な上下関係を持ちたくないなとは感じます。でもドイツでも礼儀は僕は大事だと思ってるんで、初めて会った方には敬語を使いますし、一人会ったんですよ、一回。ドイツだから年なんで関係ないっしょみたいな感じでいきなりすごい態度を取ってきた人を見て、やっぱりこれは辛いなと思いましたね。正直移民や外国人が多いことにストレスを感じる人はドイツは向いてないと思います。ドイツはいろんな国の人が混ざって生きている国なので、そこを不満に感じ続けると毎日しんどくなります。そして日本はこうなのに日本だったらありえないとすぐ日本と比べてしまう人も正直向いてないですね。それに加えて人と自分を比べすぎてしまう人もかなりしんどくなります。この動画を見てくれてる人の中には僕みたいに何もない状態でドイツに来ようとしている人も
いると思います。そういう状態で周りの日本人を見ると自分は劣ってんじゃないかなって感じてしまうことがあるんですね。正直もう僕がそういう人間だったんで、もうあの人はもう長く住んでる、あの人は語学ができる、あの人はすごい経歴がある、すごいところで働いてる。そうやって比べ続けると自分のペースで生活できなくなります。人と比べることをやめれない人ほどドイツ生活はどんどん辛くなっていきます。もう一つ個人的にかなり大事だと思うのが、合わない人にノーが言えない人です。海外にいると日本人だから、同じ国だからという理由で無理に付き合う場面があります。でも合わない人とまで付き合い続けるとかなり疲れます。もう人生は本当に短いです。ドイツにいる期間もしかしたら短いかもしれないです。だからもう僕はその時感じましたね。僕はもう合わないなと感じたらもう早めに距離を取るようにしていましたね。今でもそういうことありますけど、国籍より自分の心を守ることの方が僕は本当に大事だと思ってます。ここまで聞くと皆さんの中で、じゃあなんでお前ドイツにいんのみたいな思うかもしれないですけど、それでも僕はドイツにいるのはそれ以上に得ているものがあるからなんですよ。もうドイツは誰にとっても天国な国ではないです。でも会う人にはとても自由な国です。大事なのはドイツがいいかどうかではなく、自分に合うかどうかだと思っています。この動画がドイツを考えている人の判断材料になれば嬉しいです。もし気に入っていただければ、LIKE とフォローよろしくお願いします。ではまた会いましょう。バイバイ。